こに一枚の写真がある。昭和20年、鹿児島、知覧。出撃を前にした特攻隊員たちの姿である。この白黒写真に AI で色を与えてみる。白黒の写真はどこか遠い時代の記録に見える。だがカラーになった瞬間、一気に現実味が増す。終戦から間もなく81年。今年もまた8月15日がやってくる。あの戦争を自分の記憶として語れる人は年ごとに少なくなり、81回目のこの夏はその記憶を受け継ぐ側の夏である。写真の若者たちの多くは20歳そこそこである。そして彼らは出撃の前夜、こう言い交わして別れたと伝えられている。靖国で会おう。考えてみてほしい。明日死ぬことが決まった若者たちが死んだ後に再会する場所を約束していたのである。その場所が東京九段の靖国神社だった。靖国神社には現在246万6千余りの魂が祀られている。一柱二柱と数える神道の数え方で246万6千余柱。日本の歴史上、国のために死んだ人々のほぼ全てである。だがこの神社のことを私たちは意外なほど知らない。遺骨も位牌もなく名簿だけを祀る神社であること。大将も二等兵も等しく人柱であること。看護婦も学徒も台湾や朝鮮半島の出身者も眠っていること。そして東郷平八郎も乃木希助も祀られてはいないこと。この動画ではあの約束の場所がどんな場所なのかを一から解説していく。先に断っておきたい。靖国神社をめぐっては戦後様々な論争がある。この動画はその是非には立ち入らない。事実と時系列だけを整理し、判断はあなたに委ねる。その上で提案がある。終戦から81年目のこの夏に、この動画を通してもう一度、靖国神社という場所について一緒に考えてみてほしいのである。そのために語りたいのはまず、靖国で会おうと言って死んだ男たちの物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。靖国で会おうという言葉は映画のセリフではない。鹿児島の知覧特攻兵和会館には特攻隊員たちが残した1000通を超える遺書や手紙が収められている。その中にこの言葉は繰り返し現れる。靖国で会おう。九段で待っている。桜の下でまた会おう。言い回しは違っても意味は同じである。自分は先に死ぬ。だが消えてなくなるのではない。九段の靖国神社に神として祀られ、そこで待っていると、戦友との別れの言葉として、母への手紙の結びとして、幼い弟や妹への遺言として、若者たちはこの約束を書き残し飛び立っていった。この約束は特攻隊だけのものではない。戦艦大和の乗組員も、人間魚ら異界天皇搭乗員も、南方の島で死んでいった名もなき一兵卒たちも同じ言葉を手紙や寄せ書きに残している。なぜそう信じることができたのか。当時の日本では戦死者が靖国に祀られることは国家による公式の約束だったからである。戦死の広報が届けばやがて合死の通知が届く。家族は九段へ招かれ、我が子は神になったと告げられる。戦死イコール靖国。その等式が国と国民の間に確かに存在していた。だからこそ死にゆく若者たちは靖国で海王という一言に全てを込めることができたのである。ではこの約束はいつどのように始まったのか。明治2年、東京九段坂の上、戊辰戦争で死んだ官軍の兵士たちを祀るため一つの谷地が建てられた。名は東京昇魂社、魂を招く谷地。
という名前である。明治12年、この谷地は改称される。靖国神社。靖国とは、国を休んずる、国を安らかにするという意味の言葉である。この神社は、日本の神社の中でも極めて特殊な存在だった。第一に、祭神である。普通の神社が神話の神々や偉人を祀るのに対し、靖国の祭神は国のために死んだ人々の霊そのものである。第二に、管轄である。靖国神社は戦前、神社でありながら、陸軍と海軍が管轄する国家の施設だった。境内に立つ銅像は、創建を主導した大村益次郎、日本陸軍の父と呼ばれる男である。つまり、靖国神社とは、国のために死んだ者を国が永遠に祀り続けるという、明治国家が国民と交わした約束の形だった。以後、日清戦争、日露戦争、そして大東亜戦争へ、戦争のたびに祀られる魂の数は増えていく。九段坂の大鳥居は、戦地へ向かう兵士たちが振り返って別れを告げる場所になった。現在、靖国神社に祀られているのは246万6000夜柱。内訳を見ると、日清戦争が約1万3000柱、日露戦争が約8万8000柱、そして大東亜戦争が約213万柱と全体の9割近くを占める。では、246万の魂はどのような形で祀られているのか。多くの人が誤解している。靖国神社に遺骨はない、位牌もない、墓でも納骨堂でもないからである。あるのは霊寺墓と呼ばれる名簿だけ。和紙に墨で戦没者一人一人の名前が記された帳面である。その名簿が本殿の奥の法安殿に収められ、名前を記されたすべての人が祭神として祀られている。ものではなく名前を祀る。これが靖国神社の仕組みのすべてである。そしてこの名簿にはもう一つの際立った特徴がある。階級の別が一切ないことである。元帥も大将も二等兵も少年兵も祀られてしまえば皆等しく一柱の神である。生前の身分も勲章も財産も関係ない。死をもって国に尽くしたというその一点だけで246万6000夜柱は同格に並んでいる。靖国で会おうという約束が誰にでも成り立ったのはこの平等の仕組みがあったからだった。ここから意外な事実をいくつか紹介したい。一つ目、靖国神社は軍人だけの神社ではない。銃を持たずに死んだ人々も数多く祀られている。例えば、戦場で傷病兵を看護し、命を落とした従軍看護婦たち。例えば、沖縄戦の姫百合学徒隊をはじめとする学徒たち。軍需工場への勤労動員中に空襲で死んだ女学生たち。そして、樺太、真岡の9人の乙女。昭和20年8月20日、ソ連軍が迫る樺太の真岡郵便局で最後まで電話交換台を守り、自ら命を絶った9人の女性たちである。この物語が樺太の動画で詳しく語っている。彼女たちもまた靖国の祭神として祀られている。女性の祭神は合わせて約5万7000柱に上るとされる。さらに軍に徴用され、輸送船とともに海に沈んだ民間の船員たちも数多く祀られている。武器を持たずに戦争を支え、そして死んだ人々である。軍人も軍属も看護婦も女学生も戦争の中で国に準じたと認められた人々が同じ名簿の上に並んでいるのである。二つ目の意外な事実。靖国神社には日本人でない人々も祀られている。正確に言えば、当時は日本人として戦い、戦後日本人で亡くなった人々である。日本統治下の台湾と朝鮮半島の出身者たち。軍人、軍属としての戦死者、合わせて約4万柱が合祀されている。前の動画で語った
台湾の高砂義勇兵たちも、その多くがこの中に眠っている。日本人として戦い、日本人として死んだ男たちは、靖国の名簿の上では今も日本人として祀られているのである。ただし、このことについては、遺族の受け止めが分かれていることも添えておきたい。誇りとして参拝する遺族がいる一方で、同意なく祀られたとして、合祀の取り下げを求める訴訟も起きている。靖国神社は、一度祀った神は分けられないとして応じていない。この問題は、高砂義勇兵の動画でも触れた通りである。事実だけをここに置いておく。三つ目は、逆の意外な事実である。あの英雄が靖国神社には祀られていない。日本海海戦を勝利に導いた当郷平八郎、祀られていない。日露戦争の英雄にして明治天皇に準じた乃木希助、祀られていない。理由は単純である。二人とも戦死ではないからだ。東郷は昭和9年に病没し、乃木は明治天皇の後を追って殉死した。どれほどの英雄でも戦いで死んでいなければ祀られない。それが靖国の一貫した基準である。さらに歴史を遡ると、維新の英雄西郷隆盛も祀られていない。西南戦争で政府に反乱した側だからである。同じように戊辰戦争で官軍と戦った会津の人々、白虎隊の少年たちも対象外だった。国のために死んだ者を祀る神社の国のためとは、あくまで時の政府の側に立ってという意味だった。そしてもう一つ、空襲や原爆で死んだ一般の市民たちも原則として靖国神社には祀られていない。彼らは軍人でも軍属でもない戦争被害者だからである。246万6千という数字の内と外には、こうした歴史の線引きが幾重にも引かれているのである。戦前の靖国神社で最も大きな行事は、春と秋の臨時大祭だった。新たな戦死者を神として迎える合祀の祭りである。大祭には天皇が自ら参拝した。天皇が拝む神社は靖国の他にほとんど例がない。我が子が陛下に拝まれる神になる。それが当時の遺族に示された戦死の意味だった。新しい神を迎える昇魂式は夜、かがり火の中で行われ、遺族たちは静寂の中で我が子の魂が本殿へ入るのを見守った。大祭の日、九段坂は全国から上京した遺族で溢れた。その多くは田舎から初めて東京へ出てきた年老いた母たちである。昭和14年に流行した歌謡曲、九段の母はその姿を歌っている。上野駅から九段まで勝手知らないじれったさ。杖を頼りに丸一日かかって九段へたどり着いた母が大鳥居を見上げて、せがれよ、来たぞ、と語りかける歌である。母たちは晴れ着を着て九段に来た。葬式の黒い着物ではない。我が子が神になる、めでたい日だとされていたからである。息子の死を悲しみではなく、誉れとして受け止めること。それがあの時代の母たちに求められた国の形だった。晴れ着の下にどれほどの涙が隠されていたか。それを思いながら、当時の遺族参拝の写真を見てほしい。カラーになった母たちの顔は誇らしげで、そしてどこか泣き出しそうである。靖国神社の境内にある博物館、優秀館にひときわ静かな一角がある。ガラスケースの中に並んでいるのは白い打ち掛けをまとった花嫁姿の人形たちである。花嫁人形と呼ばれている。奉納したのは戦死者の母たちだった。理由を聞けば誰もが言葉を失う。祀られている246万余獣の多くは20歳前後の若者である。その多くが結婚を知らないまま死んだ。嫁をめとらず、子を抱くこともなく、息子は独身のまま神になった。だから母たちは思ったのである。せめてあの世でうちの子に花嫁を迎えさせてやりたいと。そうして人形の花嫁が一体また一体と靖国に奉納されていった。
ガラスケースの中では、あどけない顔の花嫁人形の隣に、軍服姿の若い家が並んでいる。人形の花嫁と写真の花婿である。出撃の前、隊員たちが書いた遺書には、お母さんという呼びかけが繰り返し現れる。その息子たちへ母が最後に送ったものが、この小さな花嫁だった。戦争が奪ったものは命だけではない。その先にあるはずだった婚礼も子供も孫も暮らしのすべてを奪ったのである。花嫁人形は今も優秀館に飾られている。昭和20年8月15日、敗戦。靖国神社は存続の危機を迎える。占領軍にとって靖国は日本人を戦争に駆り立てた国家神道の中心と映っていた。昭和20年12月、GHQ は神道指令を発する。国家と神道の完全な分離。陸海軍の管轄だった靖国神社は国家から切り離された。一時は神社そのものの廃止や境内を焼き払う案さえ検討されたと伝えられている。この時、存続を後押ししたとされるのが意外にもキリスト教の聖職者だった。ローマ教皇庁の代表だったビッテル神父。神父は GHQ にこう進言したとされる。戦死者を祀り、敬意を払うことは、どの国の、どの国民の権利でもあり、義務である。靖国神社の焼却は、米軍の歴史に消えない汚点を残す。と、この逸話には出典に幅があり、細部には諸説がある。だが結果として、靖国神社は残った。ただしその姿は大きく変わる。国家の施設から一つの宗教法人へ。国が管理する約束の場所は、一神社が守り続ける約束の場所になったのである。そしてこの変化が、後のすべての論争の伏線になっていく。ここからは、戦後の靖国をめぐる論争を、事実と時系列だけで整理していく。まず、合祀の問題である。1978年、昭和53年の10月、靖国神社の松平長吉宮司は、東京裁判で処刑、獄死した東条英機ら14人を昭和殉難者という呼び方で合祀した。いわゆる永久戦犯の合祀である。仙台の宮司は、この合祀を十数年保留し続けていた。松平宮司は就任の年にそれを実行した形である。合祀は非公表で行われ、翌1979年、新聞報道で世に知られた。そしてこの合祀の前後で一つの大きな変化が起きている。昭和天皇は戦後8回靖国神社に参拝していた。だが昭和50年11月の参拝を最後に二度と靖国を訪れなかった。平成の天皇も令和の天皇も参拝していない。2006年にはいわゆる富田メモが報道された。宮内庁長官だった富田朝彦の手帳に昭和天皇が永久戦犯合祀への不快感を語ったとされる記述が残されていたのである。だからあれ以来参拝していない。それが私の心だ。と、このメモの解釈や神聖性については議論もある。天皇の参拝が途絶えた本当の理由は公式には今も語られていない。この動画では起きたことだけを時系列で置いておく。なお、東条英機の生涯で処刑、遺骨の物語は別の動画で詳しく語っている。もう一つの論争が首相の参拝である。なぜ一国の首相が神社に参拝するとニュースになり外交問題になるのか。時系列で整理する。1975年、三木武夫首相が戦後の首相として初めて8月15日に参拝した。この時三木は私人としての参拝だと強調している。首相という公人が参拝すれば憲法の政教分離に触れるのではないかという問題があるからである。1985年、昭和60年、中曽根康弘首相が初めて公式参拝に踏み切った。これに対し中国が強く抗議する。永久戦犯が合祀されている神社への公式参拝は
侵略戦争の正当化につながるという理由である。中曽根首相は翌年から参拝を取りやめた。2001年からは小泉純一郎首相が中国韓国の抗議を受けながら在任中に6回参拝した。2013年には安倍晋三首相が参拝し、この時は同盟国のアメリカまでが失望したという異例の声明を出している。以後、現在までの首相は参拝を控え、玉串料などを納める形が続いている。つまり、争点は3つの層に分かれている。1つ、憲法の政教分離の問題。1つ、永久戦犯合祀の問題。1つ、近隣国との外交の問題。この3つが絡み合った結果、静かな慰霊の場所が政治の言葉で語られる場所になった。それをどう考えるかはあなたに委ねたい。論争がどれほど騒がしくても変わらずに続いてきた光景がある。遺族と戦友たちの参拝である。戦後、全国の部隊ごとに作られた戦友会は毎年のように靖国へ集まり、死んだ仲間と再会を果たしてきた。靖国で会おうというあの約束の生き残った側からの履行である。歳月は流れた。戦友会は高齢化し、一つまた一つと解散していった。最後の総会を靖国で開き、会の旗を神社に収めて幕を下ろした戦友会も少なくない。それでも90歳を超えた元兵士が車椅子で参拝に訪れ、本殿に向かって敬礼する姿が今も報じられることがある。戦友との約束を果たしに来た。そう語る元兵士たちの言葉がいくつも記録されている。毎年7月の御霊祭りには3万を超える灯籠が参道を埋める。その一つ一つに遺族や戦友の名前と祈りの言葉がある。父を知らずに育った子が80代になって捧げる明かり。祖父の顔を写真でしか知らない孫の世代の明かり。約束の場所はこうして3世代、4世代へと受け継がれてきたのである。現在の靖国神社を歩いてみる。毎年8月15日、終戦の日。境内は朝から参拝の列に埋まる。政治家の姿をカメラの列が追いかける一方で、列の大半は手を合わせに来た名もなき人々である。遊習館には復元されたゼロ戦が展示され、その先の展示室にあの遺書たちと花嫁人形が並ぶ。修学旅行の学生や外国人観光客の姿も今は珍しくない。そして意外な事実をもう一つ。春、東京の桜の開花宣言は気象庁が靖国神社の境内にある標本木を調べて出している。日本で最も有名な春の便りは、実はこの神社の桜が告げているのである。あの軍歌、同期の桜が歌ったのもこの桜だった。離れ離れに散ろうとも、花の都の靖国神社。春の梢に咲いて会おう。桜の下で会おうという約束は歌にまでなっていたのである。桜の季節、境内は花見の人々で溢れる。その桜の下が246万6000余中の眠る場所であることを知る人は多くない。政治の場所として語られる前に、ここはあの若者たちが約束した場所だった。靖国で会おう。桜の下でまた会おう。その言葉を思い出しながら歩くと、九段の桜は少し違って見えるはずである。終戦から間もなく81年、靖国で会おう。そう言い交わして死んだ男たちの約束は、81年目の今も霊樹母という名簿の上に生きている。大将も二等兵も看護婦も学徒も、台湾と朝鮮半島の男たちも等しく一柱として246万6000余中が九段の森に祀られている。参拝をどう考えるか、合祀をどう考えるか、その判断はこの動画はあなたに委ねる。ただこれだけは知っておいてほしい。今私たちが暮らしているこの平和な日本は、靖国で会おうと言い残していったあの若者たちの犠牲の上に築かれている。平和は当たり前にあるものではない。先人たちが命と引き換えに私たちに残してくれた尊いものである。
ゆかりの場所は今も訪ねることができる。東京九段の靖国神社と優秀家、隣接する千鳥ヶ淵戦没者墓苑には引き取り手のない遺骨が眠り、名簿の靖国と遺骨の千鳥ヶ淵が並んで戦没者を守っている。そして鹿児島の知覧特攻兵和会館にはあの約束を書き残した遺書の実物がある。この夏、九段を訪ねるかどうかはあなたの自由である。ただ、81回目の8月15日にあの場所で待っている人たちがいることを一度だけ思い出してみてほしい。それがこの動画のただ一つの願いである。カラーで蘇った写真の中に、九段を目指した母たちも約束を残した若者たちも確かに生きていた。彼らは国家の存続をかけたあの戦争で家族を守り、この国の未来を守るために命を懸けて戦った先人たちである。私たち日本人は靖国で会おうと言い残していった先人たちのことを決して忘れてはいけない。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。